肉団子なんだけど食べたらシューマイ、シューマイ風肉団子という名前でございます。シューマイ風という名前がなぜついてるかというと、皮を使わないわけですね。皮を使わないんですけど、火入れをしっかりしてお水で団子を煮ていくんですけど、本当ね簡単でおすすめですね。でそのお水の中に肉の旨味が一回出ますよね、煮ていくと。でそれをつけて食べるような感じの方がしっかり味になりますね。シューマイうまいですね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは、僕が普段よく作る料理ですね。シューマイ風肉団子という名前でございます。シューマイ風という名前がなぜついてるかというと、皮を使わないわけですね。肉団子なんだけど食べたらシューマイ、シューマイだから食べたいなと思って、皮買いに行かなきゃ、でもひき肉あるし椎茸もあるな、できるなみたいな感じですかね。早速やっていきましょう。じゃあまず材料ですね。豚ひき肉、椎茸、玉ねぎ、オイスターソース、お醤油、お酒、片栗粉、お塩、あとお水ですね。皮を使わないんですけど、火入れをしっかりしてお水で団子を煮ていくんですけど、そのお水の中に肉の旨味が一回出ますよね、煮ていくと。でそれをさらに濃縮して縮めて、もう一回お肉に戻してあげるっていう、そういう肉団子、シューマイ風肉団子になりますね。入ってる調味料とか具材もシューマイとほぼ一緒なので、そういう味にはなるんですけど、本当ね簡単でおすすめですね。豚ひき肉まず入れますね。そしたら材料切っていきます。まず玉ねぎかな。みじんです。で玉ねぎ切れたらこれもひき肉の中に入れてしまいます。で次椎茸、椎茸もみじんですね。この料理が生まれたのはまさにシューマイの皮がなかった時なんですか？そうですね。僕シューマイ好きだし、うちの子供もシューマイ好きなんで、よく食べるんですけど、椎茸も切れたら玉ねぎと同じように豚肉と合わせ、ここに各調味料合わせていきますね。片栗、お塩、お酒でお醤油でオイスターソース入れて、でこれで練っていきますね。手使って練っていきますよ。ちゃんと粘りが出るまでしっかり混ぜ、お塩も入ってますからね、割としっかり混ぜて全体に行き渡るようにした方がいいですね。これはこのまま皮を使えばシューマイになる？ほぼシューマイになりますね。やっぱりその皮がない分、そのダイレクトに味感じるような感じの味付けなんですよ。皮があるとすれば、もう少し僕だったら調味料入れますね。逆にちょっと濃くする。そうなんですか？なぜ逆に濃くする？皮があるから。そこに皮があるから。皮には塩分は多少は入ってますけど、そんなにねあれなんで、皮と一緒に噛んだ時にやっぱり一体感があって、ちゃんと塩味があって旨味が感じるっていう塩分量が大切ですよね。調理工程自体は大体一緒ってことですか？そうですね。この状態で、皮に包んで蒸すっていう作業ですね。このぐらいですね。しっかり粘りが。じゃあ種ができたらこれから成形なんですが、豚の脂は非常に手につきやすいので、少しやっぱり濡らしてですね、ちょっと濡らした状態でこれで練っていきますね。成形していきますね。で大体これで8個分なので、ギュギュッと押して、これで2個分ってことかな。ね。
でキュッとちょっとシューマイっぽく円柱形にちょっとしてですね、まあなんとなくほらシューマイっぽくなりますよね、形もね。わかります？これに皮入ってればもうほぼシューマイですよね。でこれどんどん並べていきます。でできるだけ小さいお鍋を使ってもらって、ポイントはこれが全部、きっちり並ぶ、8個全部がちゃんと並ぶぐらいのサイズっていうふうに思ってもらえばいいですね。よいしょ、こうやって並べていきますね。でここまで入りましたと。ここにお水だけ入れます。このぐらいひたひたな状態が目安ですね。でこれだけぎゅうぎゅうで詰まってるので結構だからうまみ出やすいんですよね。でこの残った水分っていうのはすごく豚肉のうまみたっぷりの水分になるんで、スープ仕立てに従ったらちょっと手前で止めるっていう手もありますね。で火かけますと。で沸騰するの1回待ちます。で沸く前に下がちょっとくっついてる感じなんで一回ここでねこういうふうに剥がしてあげて、でお隣同士もちょっと詰めたらくっついてると思うんで少し離してあげて、この状態ですね。少しだから水から浮いてる状態したら蓋をしてちょっとだけこうやってずらすんです。でコトコトと煮ていきますね。これですね、弱火でこの状態で5分ぐらいですね煮ていきますね。5分経ったので蓋を外しますね。蓋を外すとまだ水分こんぐらい残ってるんですよ。でこの水分を今度はまた濃縮していきます。今のは一回お肉にしっかり火を入れましょう。でこの後は濃縮なんですね。でちょっとだから火加減少し強めにしてもいいかな。中弱火ぐらいまで持ってっていいかな。ゴーって飛ばしていきます。この状態ですね。で5分。はい、じゃあ5分に終わったので火を止めて、もうなんかこうあれですよね、油が外に出て水分に対しての油の分量が多いんで泡がこう小さいですよね。で残ったスープはもうこのぐらいです。はい、もうこう斜めにしちゃうと鍋底が見えるぐらい、もうこのぐらいを目安にしてくださいね。まあ、時間よりもこの水分量をちょっと目安にした方がいいかもしれない。そしたら盛り付けですね。もうあとはお皿にこのように並べ、でここに水分残ってますよね。これうまみすごいんですよ。で塩分もこの中に出てるので割ったらつけて食べるような感じの方がしっかり味になりますね。だからこれも一緒に盛り付けます。スープこんな感じで、あとは僕はからし醤油か、まあ、このままからしだけで食べるのがいつも通りの食べ方ではあるんですが、まあ、酢醤油とかラー油酢醤油でもありですね。はい、シューマイ風肉団子の完成です。まず半分に割ってのこの汁が残ってますよね。その汁の真ん中の方がちょっとこう色かかってるの分かります？これここね、ここで上の方はちょっと油なんですよ、豚から出た。でこの汁のところにこの断面つけて食べると結構しっかり味になるんですね。でからしのっけてこんな感じ。はい、いただきます。うん、シューマイ、シューマイうまいですね。シューマイってねほんと便利なやつなんですよね。おつまみにもなるしご飯のおかずにもなるし、僕はちなみに新幹線に乗るときは品川から博多方面に乗るときには崎陽軒、大阪方面からこっちに向かうときは大阪だったら551、これを新幹線の中で楽しむわけですよ。でもシューマイ弁当じゃなくていいかなって時もあるじゃないですか。時は別のお弁当買ってシューマイのちっちゃいやつ買ったりするんですね。で551とかだと1パック最低でも6個入りなんで全部食べられないじゃないですか。その時は2個だけ食べるんですね。で持って帰ってあと残りを楽しむ。全然面白くない話ですねこれね。はい、オチもないし、ぐらいシューマイが好きな、僕が作ったシューマイ風肉団子なんで間違いなくシューマイの味、美味しいシューマイの味だということが言いたかったわけですね。はい、ぜひ作ってみてくださいね。ごちそうさまでした。